坊ちゃにゃん。今度学校で、施設のおじいちゃんおばあちゃんと、ボッチャをすることになったんだ。ボッチャについて教えて。ボッチャのことなら、このボッチャにゃんにお任せ。ボッチャって、どんな遊びなの？ボッチャは、老人から子供まで、障害者も健常者も、みんなで楽しめるスポーツだにゃ。的である白ボールをめがけて、赤ボールと青ボールを投げ合うにゃ。投げ終わった時点で、白ボールに近い方に得点が入るにゃ。へえ、簡単そうだね。ルールは簡単。でも、いろんな戦術があって、とっても奥が深いスポーツにゃ。地上のカーリングなんて言われることもあるな。へえ、じゃあ、詳しく見ていくにゃ。ボッチャでは、ジャックボールと呼ばれる白玉を1個、カラーボールと呼ばれる赤玉6個と、青玉6個の合計13個のボールを使うにゃ。ボールの中には何が入ってるの？公式の規定では、ボールの素材や中身について、明確な決まりはないにゃ。自分でも作れそうだね。試合前に検査に合格すれば、自作のボールを使うこともできるにゃ。戦術に適した素材や硬さがあるから、6個のボールをどんな組み合わせにするかも勝利の鍵になるにゃ。試合開始前から勝負は始まってるにゃ。ちなみに、ステアテックのボッチャセットには、自分でボールの硬さを調整できる便利なチューナーがついてくるにゃ。使い方も YouTube で公開してるにゃ。ボッチャのコートって、広いの？ボッチャの公式試合で使うコートは、だいたいバドミントンコートくらいの広さにゃ。ステアテックのボッチャコートには3つのサイズがあって、フルサイズコートは公式の試合で使われるのとほぼ同じ大きさで、スローイングボックスを示す7本のガイドラインがあるにゃ。ハーフコートとカフェコートは室内でも気軽に遊べる大きさで、ガイドラインは3本だにゃ。スローイングボックスって何？投げる位置のことにゃ。試合では個人戦、ペア戦、チーム戦によって投げる位置が決められているにゃ。フルサイズコートを使う場合、個人戦ではスローイングボックス3と4を、ペア戦では2から5までを、チーム戦では1から6までを使うにゃ。なるほど。細かく決められてるんだね。ハーフコートとカフェコートはもっと簡単だにゃ。使用するスローイングボックスは1と2だけ。個人戦の場合はそれぞれのボックスに1人ずつ。ペア戦の場合は2人ずつ。チーム戦の場合は3人ずつ入るにゃ。同じスローイングボックスから順番に投げるんだね。3つのコートの違いはサイズとガイドラインの数だけ。あとは同じにゃ。この線はスローイングラインにゃ。ボールを投げるときに
このラインを踏んじゃダメにゃ。踏んだ場合、投げたボールはデッドボールになって、コートの外に出されるにゃ。ふむふむ。サイドラインと、エンドラインや、カラーボールがサイドラインやエンドラインに接触したり、越えたりした場合、投げたボールはデッドボールとなり、コートの外に出されるにゃ。ふんふん。線に触れるのもダメなんだね。赤く点滅している部分は、ジャックボール無効エリアにゃ。このエリア内にジャックボールを止めてしまうと、ジャックボールを投げる権利が相手チームに移るにゃ。元が近くにあった方が、次のボールを寄せやすいけど、近すぎると無効なのか。相手チームも無効エリア内で止めてしまった場合は、投球権利が自分のチームに戻るにゃ。コートの中央のプラスマークはクロスにゃ。競技中、ジャックボールがコート外に出てしまった場合や、ラインに接触した場合に、クロスの位置にジャックボールが戻されるにゃ。クロスに他のボールがあったらどうするの？そのボールより手前、スローイングライン側に、ジャックボールを戻すにゃ。はい。試合中は、審判が進行役にゃ。審判が使う道具は、主に3つにゃ。しゃもじのような形をしたものは、パドルというにゃ。表と裏で色が違っていて、審判は、パドルを使って、次に投げる、ボールの色を示すにゃ。審判が青い面を出していたら、次に投げるのは青チームってことだね。そうにゃ。コンパスとメジャーは、どちらが近いか、目視では判断が難しい時に使うにゃ。うさぎさんとカエルくんの試合が始まるにゃ。この一戦を見ながら、試合の流れとルールを覚えるにゃ。まずは、じゃんけんで先行を決めるにゃ。勝った方が、先行の赤ボールか、後攻の青ボールか選ぶにゃ。先行と後攻、どっちがいいの？先行は、自分の好きな位置にジャックボールを投げられるから、先行有利と言われているにゃ。なるほど。自分の投球エリア側にジャックボールを置けば、相手からは少し遠くなるね。最初に、先行がジャックボールを投げるにゃ。ジャックボールを投げたのと同じ人が赤ボールを投げるにゃ。同じコースと力加減で投げれば、ジャックボールの近くに転がるはずだね。次は、後攻が青ボールを投げるにゃ。まっすぐにジャックボールに近づけるには、赤ボールが邪魔なんだね。いいところに気づいたにゃ。ジャックボールに近づける。相手の邪魔をする。これがボッチャの基本にゃ。これ以降は、常に、ジャックボールから遠いカラーの人が投げるにゃ。この場合、遠いのはどっちにゃ。青。そうにゃ。だから次も、
青が投げるにゃ。あ、赤の方が遠くなった。そうしたら、次は赤が投げる番にゃ。自分のボールに当たった。いいの。よいにゃ。青の方が遠くなったね。青の番にゃ。今度は相手ボールを弾き飛ばしたよ。これもありなの。もちろんありな。弾かれたボールは、サイドラインに触れたから、デッドボールにゃ。赤の方が遠くなったから、赤が投げるにゃ。すごい。自分のボールを押して、白にぴったりくっつけた。これもよく使う技にゃ。強すぎず弱すぎず、力加減が大事にゃ。赤はジャックにくっついてるから、次は青だね。ジャックに近づけたくても、コース上には赤玉が2つもあるにゃ。良いガードになっているにゃ。一つ弾き出せたよ。ガードを外すのに、貴重な玉を1つ使ってしまったにゃ。玉数が多く残ってた方が有利にゃ。どうして？玉数が少ないと戦略の幅が狭まるし、ミスが許されないプレッシャーもかかるにゃ。どんなに不利な状況でも、相手より後に最後の一投を投げることができれば、逆転できるかもしれないにゃ。そっか。次も青にゃ。赤玉が一つどかせたけど、自分のボールも邪魔なところに残っちゃったね。残りのボールも少ないにゃ。強く当ててきた。ジャックが押し下げられて、赤の方が遠くなったな。自分のボールを飛び越した。コース上にある邪魔なボールを直接飛び越す作戦にゃ。転がして手前の赤ボールを押してもよかったな。残り玉があると難しい投球にもチャレンジできるにゃ。青はラストボールだね。邪魔なボールはいっぱいあるし、戦況はかなり悪いにゃ。わお。ジャックボールを外に出したよ。ミスできない状況でナイスコントロールにゃ。ジャックボールがクロスの位置に戻されるから、一気に形勢逆転にゃ。でも、赤はまだ2球残ってるよ。だから、残り玉が多い方が有利なのな。簡単に再逆転されちゃったね。この時点で、ジャックに一番近いのは赤ボールにゃ。残り一投を投げなくても、赤に一点は入るにゃ。これで終わり。終わりにしてもいいし、もう一点狙う場合は、ラスト一球も投げるにゃ。最後の一投も、ジャックに近づけることができれば、2点が入るにゃ。ただし、ミスして、青玉をジャックに寄せてしまったら、
青の逆転勝利ということもあり得るにゃ。なるほど。この場合は、難しい投球でもないし、まだ第一エンドだから、投げるにゃ。エンドって何6球ずつ投げ合う、一連の流れを、エンドというにゃ。個人戦とペア戦では、4エンド、チーム戦では、6エンドをプレイして、各エンドの合計得点で、勝敗が決まるのな。これを、4回か6回、繰り返すんだね。そうにゃ。第2エンドは、青がジャックボールを投げて始まるにゃ。先攻後攻が逆になるんだね。得点の数え方は、カーリングと同じにゃ。ジャックボールにより近い方に得点が入るにゃ。この場合は赤だな。相手側のジャックに一番近いボールを探して、そのボールよりもジャックに近い自分のボールがすべて得点になるにゃ。この場合、青ボールより内側に赤ボールが2つあるから、赤に2点入るにゃ。なるほど。じゃあ、これはどうにゃ。赤も青もジャックにくっついてるね。引き分け、かな。正解な。赤にも青にも1点ずつ入るない。最終エンドが終わって、同点だったらどうなるの？タイブレイクで勝敗を決めるにゃ。タイブレイクって何？クロスにジャックボールを置いて、1球ずつ投げて、近い方の勝ちな。先攻後攻は、じゃんけんで決めるにゃ。ペア戦、チーム戦の場合は、代表者1人が投げるにゃ。なるほどね。さっきの試合は、うさぎさんにボールが残ってなかったら、カエルくんが大量得点で逆転勝利してたんだね。そうなるにゃ。的となるジャックボールが動くことで、一投で逆転もあり得るのが、ボッチャの醍醐味な。ボッチャって、面白いね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。皆さん、理解できたかにゃ。いろいろ説明したけど、基本は、カラーボールをどれだけ白ボールに近づけることができるか、これだけだにゃ。難しいことは考えずに、まずはやってみるにゃ。この動画で説明した、レクレーションボッチャのルールブックは、ステアテックのショップで購入することもできます。ステアテックでは、高品質な、レクレーションボッチャ用品をお求めやすい価格で販売しているにゃ。一部のボッチャセットには、ルールブックもついてくるから、すぐに遊べるにゃ。ステアテックチャンネルでは、ボッチャに関する情報を、あれこれ発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。みんなで楽しくボッチャを盛り上げていくにゃ。